皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、前回お知らせした韓国におけるビル倒壊、そのビルの倒壊にバスが巻き込まれて多くの人々が亡くなってしまったという事件のその続報となります。たった1日が過ぎただけですが、すでに警察はこの問題には解体作業を行っていた会社に責任があり、過失致死容疑で4人を立件したということが報道されています。そして一体なぜそのようにビルが倒壊してしまったのか、その原因というのがあからさますぎる、これは誰が考えてもそれは失敗するだよという内容でした。今回ご紹介する記事の中では一体何が問題だったのか少しさらっと流している部分があるので、その部分についてしっかりと解説をしていこうと思います。それでは韓国で起きたビル倒壊事件、一体どのようなことが原因で起き、そしてどのような無責任さが解体業者にあったのか見ていきましょう。一部作業員、下請け業者の所属ではなかった。警察17人死傷、撤去業者を立件。死傷者17人が発生した韓国でのビル倒壊事件を捜査中の警察が工事関係者ら4人を被疑者として立件した。施工主の会社と契約者、撤去業者ではない別の会社の作業員が崩壊建物作業に投入された状況も確認されて、再下請け捜査も行われている。警察が工事関係者14人を調査した結果、一部容疑が確認された関係者ら4人を過失致死傷容疑で立件して出国を禁止したと明らかにした。警察は撤去業者などが地方自治体に提出した解体計画書通り作業を進めていたかどうかに捜査力を集中する。中央日報が国会議員を通じて入手した建築物解体許可及び解体計画書と現場写真を付け合わせてみると、撤去業者が上層から下層へと順に進めなければならない撤去順序を守っていなかったものとみられる。また、正面から建物を見たとき、左側の壁から取り壊さなければならない撤去計画にも従っていなかったものと推定される。警察は管理業者が撤去業者に対する管理・監督を規定通り行っていたかも捜査する方針だ。撤去業者の再下請けがあったかどうかも捜査対象だ。現代産業開発と撤去契約を交わしたのは A 社だが、実際の撤去工事現場に投入された作業員のうち一部が B 社の所属であることが明らかになり、再下請け疑惑が大きくなったためだ。再下請けは元請けから下請けとして契約が重複して2次から3次として契約者業者が工事費用を安く上げるために欠陥工事を行う可能性が高い。今回の崩壊事故も撤去業者が工事費用を抑えようと解体計画書通り上層から下層へと規定に沿った工事をせず、下層から撤去した疑惑が出ている。警察関係者は鑑識の結果と押収資料の分析等を通して撤去計画書に沿って撤去されたのか、工事関係者が安全関連規定を遵守していたか確認すると説明した。まず最初にこの解体工事そのものについては、それこそどのような工事をするかといったものを最初に行政に手続きを行います。そして行政の側においても特に問題がなければそれを許可するわけですが、その計画書通りに実際は全くことが運んでいなかったわけです。本来の計画であれば5階建てのビルを上から順番に崩していくという非常に順当なやり方でした。そのためにビルの5階に掘削機のアームが届くような形で建物の横に盛り土を行い、その盛り土の上に掘削機を置き、そして上から順番に崩していくという準備を進めていたというのです。しかし今回の現場においてはそれだけではなく、もっと早くこの解体を済ませてしまおうと、上からだけではなく2階3階といったまだ下の方の階層についてもどんどんと取り壊しに取り掛かっていたというのです。一体これがどのような状況かといえば、それは皆さんだるま落としを思い出してください。少々高いだるま落としであっても下の方からポンポンと落としていけばすぐに処理が終わるなどということを彼らは想像したのかもしれません。しかし現実においては当然そのようなことはうまくいきません。上の方から崩し始めて同時に真ん中、そして下の方も崩し始めれば非常にアンバランスになります。建物としての強度など全くなくなっていくわけですから、当然のように不自然な形で壊れるに決まっているわけです。実際今回の工事においても現場の作業者らは
前日にはすでに異常を感じていて、ビル倒壊の当日には全ての作業員がそのことを知った上で作業を開始しようとしていました。ですから前日のうちにもうおかしいなと思っていた人たちが当日、やっぱりおかしいな、やめようといった具合にして現場を離れたからこそ、ビル倒壊のその時においては誰一人被害を受けなかったのです。しかも前日にそのような状況でしたから、当日状況がおかしいなと思ったその現場においては、作業車両の出入りにおいて交通誘導員を雇っていました。これらの人々が歩行者についてはなるべく現場前の道路を歩かないようになどと交通誘導をしていたというのです。つまり会社側はもう危険性というものを前日からすでに認識していたわけです。そして問題は他にもあります。工事が計画書通りに進んでいなかったという問題があったわけですが、しかし計画書通りに本来だったら進んでいるかどうかというのを管理する会社があります。それは元請けの会社から別会社に発注されたもので、その発注を受けた管理会社というのは計画書通りに作業が進められているかな、そしてそれらの作業が問題性はないかな、違法性はないかな、安全かな、そして建築廃材の処理などもちゃんとやっているかなといったところについて第三者的な目で作業を監督していくわけです。ところが今回の工事においてはその現場に管理の目が入っていなかった可能性があるのです。警察の聴取によってこの管理会社の話を聞こうとしたら、この管理会社が応答しなかったというのです。そもそもダミー会社かもしれませんし、ペーパーカンパニーかもしれません。なぜそのようなことが起こりうるかといえば、それは費用を削減するためです。それこそ非常に安い契約金をつけただけかもしれません。ですから実際の工事には人間を派遣せずに、あくまでも書類上の審査だけはしますよといったような形で工事には参画していたのかもしれません。もちろんそのようなことをしていれば現場で何が起こっていても全く把握できないわけですし、是正することも当然できません。ですから事故を止めるような機能というものが制度的にはあっても、それが全く現場には反映されていなかったわけです。そして下請け業者の話も出てきました。解体作業を元請けしている会社があっても、現場の作業で自分たちの足りない部分については他の業者を使うというのはよくあることです。例えば日本の建設工事やもしくは解体現場においても、工事車両の出入りには交通誘導員が雇われていることがあります。その際現場にいる交通誘導員は建設工事を行っている業者の人間ではありません。基本的には警備会社などに依頼して派遣してもらった人物で、ある程度の分業というものは許されているのです。しかしこうした分業とは違って一つの仕事を請け負ったといういわゆる元請けと下請けの関係ではなく、その下請けがまた自分でやるのはめんどくさいなと言ってどんどんと次の会社、その次の会社へとどんどんと仕事を放り投げてしまうことがこの二重三重の下請け問題です。当然のように下になればなるほど発注された額というものが小さいわけですから、どんどんと仕事はずさんになっていくものです。費用をかけて安全性を高めようなどという話には当然なりません。日程的にもぎゅっと縮めて一気に仕事を済ませれば、その分だけ費用負担というものが少なくなるのですから、とにかく無茶をしようという動機になってしまうのです。以上のように今回のビル倒壊事故というのは、多くの人々が自分には責任がない、もっと安くもっと利益を得ようという行動のその積み重なりの結果として、本来であれば死ななくて済んだ、それこそバスで日常の移動手段にしていた人々たちの命を奪ってしまったという非常に最悪の結末を招きました。安全を守るためにはある程度のコスト負担が必要であるという考え方が十分に発達していない国においては、こうした法律的にはちゃんと制度はあるんだけど、この法律の穴をいくらでも悪用してしまおうという人物たちが一つの会社だけではなく二つも三つも重なるということが韓国における現実だと言えます。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。